ス見てほしいんですけど、パンツなんですね工夫の声ね。工夫。下着とファッションの関連性っていうのは私多分セミナーで何回も言ってると思うんだけど、最終形態に来たかなって気は私個人的にする。はい、こんにちは、シュトレイです。今日はですね、スナップ。はい。この間パリコレ行ってきたじゃないですか。はい。なのでパリコレスナップ取れたて編ですね。おお。何枚ぐらい取ったんですか？8000、9000いかないくらい。1日1000枚くらいが平均して取っててみたいな感じかな。大忙しいですね。偉くない？ねえ、もうクピーロボットいるくらいな感じだよ。そうですね。一人2人いるんじゃないか。いる、鼻赤い方ね。結構レンジの広い人たちが取れたなと思っております。リックで撮らせてもらったかっこいいお兄さんを最初紹介しようかな。でリックのショーがお花がバーってボワーってきたじゃないですか。ああ、降ってましたね。降ってきたじゃないですか。はい、花びらの中に黒いリックってすごない？ああ、入りますね。逆映えみたいな。そう。黒が入る。そうな感じのなってて、すごいねかっこいいんですよ。彼がねよく見るとね、これ口元見てほしいんですけど、ピアスじゃないとは思うんだが、気になりましたね一番ね。そう、何だろう。じゃあご飯食べるの大変じゃない？ケチ君が好きななんかラーメンとか食べれないよ。水飲みながらみたいな。で何よりいいのがピュアな顔とリックのハードな服のコントラストやばないですか？素朴っていうかさ、なんかこう肌のトゥルントゥルンな感じとかいい。なのにハードなリック、花びら、最高じゃないですか。表情を含めてファッションですからね。そしてストリートで撮らせてもらったキッズのご紹介です。まあ私変な T シャツ好きじゃないですか。セディショナリーズのレイさん持ってるやつ。あ、そうT シャツ色違いだね。セディショナリーズのやつで何がいいかって、彼は多分このパンツを見せたいわけですよ。でも普通にしたら取れちゃう、なんかこう上げたら取れてきちゃうじゃない、なのでここピンで止めてるんですね。ピンで止めてるんですね。こう彼はこういうことがやりたいよっていうことがこれ伝わってくるじゃないですか。多分彼はここだけ見せたいんですよ。このなんかこだわりが良くないですか？そんなやり方もあるんですね。いや初めて見た。でも確かにまあそっかみたいな感じなんだけど、しかもなんかいいのがファッションショーで群がる人じゃないんですよ。普通に歩いてて、だってほらスーパーの袋持ってるじゃないですか。普通になんか野菜でも買って帰ろうみたいな人がこれってよくないですか？日常なんですね。日常、ここに中に多分お弁当とか詰まってるんじゃないですか。コレクション会場ばっかりするといい写真たくさん撮れるんですけど、リアリティからちょっと乖離しちゃうなって。そうですよね。その時に街に出るとザ・リアリティがあるからね、嬉しいんですよ。じゃあ次は本当どこでも撮るんですけどカフェでも撮ります。でマダムですね。強いね。これは幼児山本のショーに行く時に、ちょっとだけ時間があったからカフェでお茶してたの。そしたら前でこうカウンターでこう飲んでるマダムがいたから撮らせてもらったの。パリのカフェってこのカウンターだとちょっと安いのよ。なるほど。そう、立ち飲みっていうのかな、はちょっと安くてカウンターでパッと飲む感じがあるんだけど、マダムがそれしてるのがね、なんか男前っぽくてかっこいいなって。でちょっとだけお話ししたんだけど、スタイリストの方だった。で写真をこう見せたのカメラで、こんなん撮れましたみたいな、素敵ですみたいな、で送ってって言われて、はいみたいな感じで、はいっていうやつはみんな送んないのよみたいなこと言われて送れますよみたいな。でインスタのアカウントに教えてもらって、じゃあそこに送りますねって言って、ちゃんと私律儀に送ったから。でこの人結構ね達人なんだよ。オールブラックなんだけど素材替えっていうのはファーでしょ、エナメルでしょ、ニットでしょみたいな、結構いろんな同じ色なんだけど異素材合わせをしてるっていうところも上級者だなと思いました。じゃあすごいラブリーなマダムと虫みたい、こちらです。可愛くね、2人でねテーマがあるんだろうね。これはコムデ・ギャルソンのそのレセプションで撮らせてもらったテラスがあって、そこでこうちょっと飲めるんだけど、そこで撮らせてもらったのが1個。次はカラフルバージョンでございます。すげえねえ、すごくない？多分これはギャルソンな感じがするジャケット。派手だけど落ち着いて見られるですよね。なんか佇まいかな、虫とマダムのさ、落ち着いてるから。そうですね。この顔さらしめて派手を押さえつけてるんだと思う。全部でもあと発色が綺麗だからっていうのもあるかもしれない。まあそれもあるね。じゃあからのキッズいきますか。
ここ行くないファッション大好きみたいな感じで、それぞれ全員なんか個性的で自分のテイストが違うんだけれども、ファッション好きっていう一つの共通項でつながってるっていう、多分この子は結構シンプルなもの好きだし、ちょっとゴスっぽいのが好きだし、可愛い系みたいなのが好きだし、結構バラバラなんだけれども、なんか一つのつながりがあるのがなんか見ててラブリーだなと思いますね。洋服としての完成度とか洗練っていうのはちょっと程遠いかもしれないんだけど、ファッション好きっていうその情熱に対してすごい魅力を感じてしまう。懐かしいとかあるんですか？私も昔こうだった。黒歴史はいっぱいあるよ。黒歴史だけはいっぱいありますよ。バレエのチュチュあるじゃん、あれ履いてた。あれを待ち着にしてた。次は同じ集合写真なんですけども、クロエのショーの後のモデルさん。モデルさんたちなんですね。これガブリエラが退任したじゃない。であの後ショーの後にパーティーみたいな、そこら辺その現地でねそのままやってた感じなんですね。そうフィッティング終わって帰ろうとしてるところの集合写真な感じなんだけど、なんかねそのガブリエラ愛が溢れてた。クロエみたいな感じで言ってて、その時の一枚なんだけど、最後のショーに参加させてもらえて嬉しいなっていう気持ちと、誇りに思うよっていう気持ちと、さようならっていう気持ちがいろいろ合わさった一枚。で実はこれ後からちょっと説明するんですけど、今シーズンのトレンドがそれでガッと入ってる。今説明するんですか？説明はしません。なぜならセミナーがあるから。流れるようななんだこれは。この動線。これはなんだ。いやこの一枚見ると6コンテンツくらいあるよ。これ見ると読み取れるものがあるんじゃないかなと思います。まあ詳しくはね、セミナー見てもらうとして今シーズン結構ねコンテンツ取れ高高かったよ。じゃあその次はね、すごい DIY をしてる。 DIY してるんですか？まあデニムじゃないですか。でこれ何かとトップス見てほしいんですけど、パンツなんですねでちょっとお話ししたら、お父さんのパンツなんだって。でかいですよね。お父のパンツトップスに着てるというか、どうだ、ちょっともう正面見せてください。羽織ってるっていうか、でも中に入れ込んでるから取れはしないけどって感じかな。なんか工夫じゃない？パンツの着こなしも若干独特でしてね、なんかこう2個目のフックに引っ掛けてこうやってる感じ。結構でかいってことですよね。ちょっとでかいね。工夫ですよ、工夫。結構でもそういう工夫してる子多かった。本当ですか？でじゃあ究極のトリッキーじゃないのいく？じゃないの？これも本当は歩いている途中、移動の途中でストリートで撮らせてもらった子なんだけど、フランスパン持ってスカーフとかして、この日なんかパリジェンヌって感じしない？可愛いっすね。可愛いの。とにかく可愛いの。でファッションの子じゃないんだけど、撮らせてくださいって言うと、このポーズとか可愛くないですか？可愛いっすね。パリジェンヌカカルメーシュみたいな。シンプルで普通っぽいけど、なんかかっこよく見えますね。でしょ、スカーフが結構実はスカーフっていうかバンダナなのよ。バンダナを首に巻いてるの。しかもちょっと汗てるのよくない？なんかこういっぱい洗ってみたいな。多分ずっと使ってんだろうね。そこもなんかさパリジェンヌっぽくない？あとこの子の場合はサイズ感が秀逸なんだと思う。ジャストバランスなんだけど、パンツだけ実は若干でかいので、でかいからこの履き方してるんですよ。こう引っ掛ける感じ。なるほどに書いてるの。最近でもこういう履き方してる子多いよ。パッと見リメイクパンツみたいに見えちゃいますね。そう、ちょっとだけちょっと歪んでるじゃん。かわいい。私写真上手。そういう話になってきて、また自分上げる話になってるからじゃあ次は地下鉄の中、メトロの中で撮らせてもらったんだけど、かっこよくない？このスキンヘッドにロングドレス、かっこいいですね。このめちゃめちゃシンプルで、頭もそぎ落としにそぎ落とした、ソリッド核あるべしじゃない。しかもこんだけソリッドなのをこの小汚いメトロの中で撮った私すごくない？確かにコントラスト良くない？いいですね。これが多分綺麗な緑の中とかさ、パレード東京の前とかだったら、多分そこまで私は写真的にこうキュンとこなかったと思うんだけど、この構図最高じゃない？また言っちゃった。もうなんで私自分のこと褒めちゃってるからで次はですね、
気になるスタイリングがあるんですよ。下着モチーフなんですけど、はい、これですね。ガーターベルトのディテールなのね。でガーターベルトも下着じゃない、はい、下着のディテールでちょっとセンシュアルなものをディテールに扱ってるってところが一つと、トップスのようにブラ着てるっていうところのその下着の感じがちょっと気になるなと。ガーターベルトとかってセクシーの最もたるものじゃない、はい、それを使ってるっていうところが気になるなっていう、下着とファッションの関連性っていうのは私多分セミナーで何回も言ってると思うんだけど、はい、なんかね最終形態に来たかなって気は私個人的にする、これ以上どう進化していくのかなっていうところが見えないというか、はい、行くとこまで行ったなみたいな感じはちょっと個人的にはしてて、その話もちょっとセミナーでしようかなと思ってるんだけど、もう一個行きたいです。こちらパンツ下着としてのショーツの形じゃないですか。形はそうですがファッションになったの。ランウェイはまああるよって、まあランウェイだからね、はい、リアルに落とし込まれるのかなっていうのはこの半年考えてて、はい、どうなんだろうって思ってたの。さすがにねとかって思ってたらだっていう、しかもマダムキッズはチャレンジしてなんぼだからキッズはあるかなとは思ったけど、はい、この上質なニットのマダムが、一般層にまでパンツにチャレンジしようって思う層が現れた。そこまでいったかと。ついに日本ではどうなるかなって、もしかしたら、都心部ではワンチャンあるかもって今はちょっとそっちに流れてる、気持ち的に。で考えてるのがどうやったら落ちるかなっていう、どういう段階減るのかちょっと私も今検証中なんですけど、で一つのソリューションがちょっと発見したんですよ。じゃん。上に履いてるとこの子超面白いんだけど、デニムを履いております、はい、その上にボディースーツみたいなのを着ています、ただ中にデニムを履き込むことによって、際どさは消えませんか？見てはいけないものを見ちゃったキャッっていう羞恥心が起きない、でもパンツっていう表現ができている、この流行り方もありかとちょっとやってみたいなと思ってるということですか。じゃあですね。あけっぴはどれが一番良かった？デニムの DIY が面白かった。あの子は工夫の子やね。工夫はい、そしてですね、私お知らせがあるんですけども、11月22日から12月6日まで、2024SS のファッションセミナーやります。今回はですね、割とアイテムが結構豊作で出てきたなっていうのと、デニムってベーシックじゃない、みんな持ってる、あそこにも一つ実は癖ができた。あとはさっきの下着の話とトレンドと社会情勢の関連性っていうか、ファッションは時代を映す鏡っていうじゃない、じゃあどういうものを投影してこういうファッションになったかというのを今回詳しく話そうかなと思ってます。あともう一個新しいネタがあります。何でしょう？一応ストリートスナップも撮ってるけど割とランウェイ見てる方じゃないですか、で、でもランウェイってニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリって4都市あって、めちゃめちゃファッションショーあるんですよ、でどれ見ればいいか正直分からない人って多いかなと思ってて、いろんなブランドのショーの中でってことですね、全部見るの大変ですよね。大変だし、そのトレンドのブランドとそうでないブランドっていうのはやっぱ分けられてて、でもそれ分けるのめんどくさい、難しいと、見分けがつかないと私の方でやっておきました私的にこのブランドとこのブランドとこのブランドを押さえておけば今シーズンのトレンド、ランウェイのトレンドは分かりますっていうのをベスト5くらいにお届けしようかなと。だいぶ絞ってくれましたね。だからランウェイとストリート両方のトレンドが分かる仕組みになっております。気になった方はぜひ概要欄に URL 貼っとくのでチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。